今回はクロスソードを PS5 でやっていきます。最初は操作説明。めんどいけど一章から。 3D の走りか。やられた。この透けてるのが自分。このウサギみたいなのはバタラット。斧を持ってたらアックスラット。ラットだしネズミか。これダブゴブリン。ガードもしてこない。この辺りは切るだけ。後列から前に来るときに基本は避ける。ガードしない敵なので攻撃。一章は手慣らし。30年くらい前のゲームだけど面白いよ。基本盾は使わずに避けるだけ。こいつはゴブリンディア。この辺りからガードしてくる。避けて攻撃。緑はほぼガードしない。相手の攻撃時に攻撃するのも重要。いきなり攻撃できる前列に来た時はガードされない。前列に来た時にすっと避ける。攻撃をかわしたらその隙に攻撃する。感覚で慣れて。スって感じ。AD 同時押しはレバー入力で変わります。レバー下は緊急回避。ニュートラルは多段攻撃。上は弾みたいなのを飛ばします。赤いのだけ避けよう。ガードされた。ブロークローラーの一番弱いやつ。炎は盾でガード。絵とした攻撃があるよ。めんどいので起動連山。一章終わり。長老さん。何？知ってるわ。ここは無視しとこう。この辺から本格的に避けましょう。こんな感じ。この面のボス戦前ぐらいから本気出します。紫はゴブリンガード。前列に来た時に避けます。これだけ。これはナウシズナイト。ここまでの敵は見てから盾でガードも可能です。こいつは以降緑と呼ぶ。ちょっと攻撃力が低いか。さっきの商人でサンダーソード買ってもよかったか。ちょっとボス前まで早送りします。昔は駄菓子屋の前にネオジオの筐体が置かれていたのだ。これをクリアするときは後ろに人だかりができていたのだ。懐かしいのだ。早回しでもわかるのだ。緑は薬草を落とすときもあるよ。ここから普通に。お姫様が可愛いのだ。今のポリコレには大反対なんだ。出た青ナイト、バクスレイ。こいつかっこいい。めちゃめちゃ強いよ。5面のボス。当時バクスレイでみんな発狂した。バクスレイ倒した時は後ろから歓声が出たな。大阪で上手い人のを見て攻略を盗んだ。やっぱりサンダーソード買った方がいいな。長い。
けどこれを見て動きを把握してね。左右動ける範囲は割と狭いよ。ここから緑ゾーン。これでパターン。避けてから切る。攻撃力なさすぎ。前列からだからそのまま切れたのに、一撃食らったらすぐにレバー回避 B 同時押しで回避しないと連続で攻撃を食らうよ。機動障壁と言います。気づいたら体力がもうやられません。緑羊さんはデモンボート。連続斬りで倒します。ボートはヤギだわ。体力足りるかな。体力ギリギリ。魔法打っちゃったりして。あぶね、死ぬところじゃん。いつも3勝からしてるので許して。ミストソードデラックスを買ってください。肉で回復。ミストソードの魔法は敵を少し拘束できます。敵によって使い方が変わるので注意。キラー B は下段攻撃しかしないので盾でガード。こんな感じで避けなくても前列だから攻撃力も上がった。吸って避ける。こんな感じで避ける。うっかり。横にずれておくと炎が見やすいよ。この後確定で回復が出るので起動連山。相変わらずの雑魚。後ろにいるのはウィングナイト。ウィングナイトまでは反応で盾ガードできます。しなくていい。避けよう。これがお手本の酒。ウィングナイトの羽が赤いのがレッドウィング。出た時に言うけど反応で盾ガードできません。前列スタートなので相手はガードできません。この後回復が出るよ。確定で回復が出るところはゲームを通して限られています。なので最後の方は回復が出るか出ないかは運です。最終面は回復でないとノーミスを強いられます。アックスラット。肉。前列なので連続斬りで瞬殺。ベッドしている。こいつは必ず4回目をガードしてくるので3回攻撃で止め、その後パターンが何種類かあるけど端っこに追い詰められないように。これ動ける範囲間違うミス。やられたらすぐ緊急回避。ここで攻撃してこなかったら端っこに誘導して右に避ける。これがレッドウィング。普通に避けてからこのタイミングでミストの魔法。相手の攻撃が一瞬見えてたら成功。相手の攻撃に合わせるように。一発当たっても気にしない。レッドウィングの攻撃は見てからガードは無理。ミスト魔法のタイミングで起動連山。倒せます。左右の移動も速いので避けるのも無理なのだ。ここはお肉だけ食べて。前列からだから攻撃できます。左右の移動は思ったより狭いよ。デスビーンは
は時間経過で帰っていくよ。ガード後攻撃。紫ゴブリン。左右どちらでも避けられるように。後列に行ったらガードでしのぐ。ずらすと見やすいよ。赤いのは3回円を吐きます。ずらして慎重にガード。やられたら大ダメージ。ずらして。ちょっと残った。焦らなければ簡単だよ。アトイモムシは赤い地。白い上位番が1匹出るよ。緑だから弱い方ね。ナイトも緑は余裕。嘘だろ。次前に出る。これも前列。後列は避けてから。この緑ウイングは前列に来ます。前列後列は決まっているので覚えたらよいよ。簡単な食料庫に行くから体力は大丈夫。けどやられないように慎重に。これ前列。まあ避けても良いよね。次のレッドは前列から。赤い壺は最大ヒットポイントの 25% 回復するよ。ウィング3匹ゾーン。普通に倒して。次の面で斧に武器を変えるんだけど、斧だとウィングナイトの攻撃が避けれなくなるので気をつけておいてね。慣れるまで逃げられてもいい感じでやるのだ。このタイミング動かなくてもいいけど動いた方がタイミング取りやすいです。武器庫でスケアクローソードが取れるけどあんまりおすすめしません。盾を構えてないとパワーレベルメーターが下がってしまいます。逆に斧は盾を構えているとパワーレベルが下がってしまいます。これがメーター。赤がマックスパワー。武器庫の方はここでデモンボートが出てくるのでそれも注意。ここからお食事タイム。肉はメーター2本。これはベルカナ地方特産のコルで魚。体力マックス回復。これからの分岐すべて下にすると回復が出ます。トウモロコシは1本半回復。回復部屋の方ばかり行ってると最後レベルマックスにならない時があります。けどあんまり関係ないです。この後の回復は運次第で出るか出ないか運次第なのでやられないように注意。オットダメージ。もっと慎重に。前列の時は必殺技で。この後のレッドウィングは前列スタートなので必殺技。ちょっと体力が寒い。薬草ぐらい出るだろう。左
作業。危ない、無茶しちゃダメ。これは魔法が 50% 回復だから6回復。薬草体力1本回復。攻撃のタイミングは同じなのだ。ちょっと体力を温存しました。この後も前列スタートなので必殺技。ちょっとなのですぐに魔法を使いました。この扉が上がるの好き。出たデスマスカレイド。レッドウィングゾーンにたい。この壺は体力の 50% 回復。クソ逃げられた。一発で1ゲージ。ポーションいらんことした。もう魔法全部使ってもいいんだけどな。ちょっと避けるスペースを作って赤ポーション。おわおわ。早いな。ボスには魔法効かないし、この後斧に持ち帰るから魔法を使うのだ。指波動は上下あるので気をつけて。ちょっともったいなかったのだ。こいつはガードしないのだ。攻撃に攻撃を重ねて。この攻撃は一撃目をガードすると交互に来るので覚えておくのだ。例えば下が来たら次は上なのだ。交互なのだ。しまった。なかなか見極めが難しいと思うのだ。下の場合鋭角に落ちてきます。当たってもそのままガードしておいて、そこから交互にガードしてね。もしくはこの動画で慣れてください。やれやれ。ちょっと編集してます。ここでシールドアックスデラックスバージョン。かなり攻撃力が上がりますが、動きが鈍重になります。このようにスーッと避けなければいけません。かなり遅いのが見てわかると思います。しかし3発で倒しています。先ほど述べたように斧では盾をガードしているとパワーレベルが下がります。ですのでここは素直にシールド魔法を使いましょう。終わりです。飛んでる間に少し避け始めるといいよ。前列スタートなので即攻撃しないのかよ。この赤いの前列に来るので必殺技だ。ベアネイルフロックは上攻撃しかしません。後列から吐くのは上下あります。カヘルくんはたまにトウモロコシくれます。
登場と同時に必殺技。カヘルくんの一撃は痛いので気をつけて。横にずれてると見やすいよ。これは上下ランダムです。見て避けてください。赤いカヘルバタフロック。こいつも上攻撃のみ。帰るゾーンからアイボールのところ。カエルは適当に倒して。アイボールは前列に来たら必殺技。後列から目玉を連続で飛ばしてきたら盾で上下交互にガードかシールド。この盾はシールドアックス防御姿勢時のパワーレベルの減少を抑えてくれます。カヘル倍速。青い魚ボアフィス。こいつは避けたら一撃だけ攻撃、2発目ガードされます。攻撃自体は遅いです。余裕で避けれます。後列からブレスしてきた後前列に来た時は3発殴れます。後で出ます。ここも下の裏門へ回復出ますよ。ブラックナイトは攻撃力がバカ高い。それにすぐガードするので避けたらすぐ攻撃。ちょっと怖いので使えちゃう。少し早く動くと良い。薬草出たので使う。ここも薬草か。ここの魚も前列スタートなので。これニンニク。ドラキュラは出ません。攻撃力高いな。前列に来るところはだいたい覚えるといいよ。この後は避けれないのでシールド。安全第一。前列なので必殺技。赤い魚はガルドフィス。これは青と逆で避けたら3回攻撃。ブレスゴは1回攻撃。こちらの方が戦いやすいかも。気を抜くと水ブレスにやられるよ。この後はカニさん。めっちゃカニ。前に来た時に必殺技でもいいし攻撃するだけ。たまにガードされる。シールド使ってもよし。
このカニは適当に前に来たら攻撃。まあこんなものでしょう。ここも肉を買うだけ。普通に倒して。この面のボスがあのバクスレイ。この面からスケルトンが出てきます。スケルトンも普通に避けれます。4発目も入ります。ファイヤーボール撃ってきた時は口述の通りにスケルトンは楽勝。ここでまたカニが出ます。パワーポイントを減らさないようにして。これレバーが入ったミスね。たっぷりシールド使ってもいいです。泡吹いてくるのでその時は引きつけてシールド魔法。泡は必殺技の起動弾でキャンセルもできます。また分岐で回復があるのでそれまでは気にしない。すごく無駄な乗り物なのだ。激流層がついてんじゃね。ゴブリンをさばいて。ウイングは避けれないよ。死にかけてるじゃん。やばいやばい。もうシールドで乗り切ろう。助かった。弾が来たら避けて。前列に来たら1回攻撃できます。これも素直に必殺技で。こいつはイジュレータ。倒さなくてよい。ずれてファイヤボール避けるだけのお仕事。すぐどっか行く。黒いのは斧の時は注意。避けた後結構ガードしてきます。バヨどっか行け。安全に。2本減ってるやん。やばいギリギリ。頑張ろう。避けて攻撃。弾を避けて。よし、ここでもぐもぐタイムだ。下の左舷を選択。はい、ご飯。青いスケルトン。スケルトンゴア。雷攻撃は画面真ん中が安全地帯。それに気をつけるだけ。あとは普通に避けて攻撃。後列でうろちょろしたら大体雷攻撃。ここは魚部屋。時間かかるので早送り。ここで青スケルトン。ちょっとミス。こんな感じで真ん中に左脇腹をパワーレベルメーターに重ね
するとだいたい真ん中。ついに来たのだ。強敵バクスレイ。必殺技が効かないのだ。なんだよ陸上戦艦って。確かにバクスレイで諦めた人も多数いるはず。まずはスケルトンから。シールドが15もあればシールドで勝てそうだけどね。スケルトンは癒し。気をつけるのは雷攻撃。これは来るな。とりあえず倒して、危なくなったら即シールド。青も楽だよ。雷棒はそのまま攻撃できます。まだいたか。あちゃ、ついに来た。避けて一発切って避けて一発切るの繰り返し。何回かするとうろちょろするので様子を見て避ける。そしてまた避けて切る。攻撃食らったら即緊急回避。簡単そうに見えるけど結構難しい。シールドも全部使い切るぐらいでラスボス前でもう一度戦うよ。ここで伝説のファイヤーソードに持ち替えます。伝説が売られているなんて斬新。この剣は最強なのだ。もう途中でガードされたりないので攻撃できれば切りまくればいいのだ。しかも動きも爽快。ブラックナイトも雑魚だぜ。蜂は無視でもいいけど弾で一撃なのだ。ブレスが長いので注意。クロウラクロウラの城。もしブレスに当たったら大ダメージ。さっさと倒しておいて。飛ばします。アイボールは即必殺技。縦で上下交互にガード。そんなに難しくない。最後の盾がもらえます。この盾は防御力が上がるらしい。カエルはこんな感じで。赤いのは3発止めで。すぐに必殺技。素晴らしい攻撃力。前半カエル。後ろに飛ばさないことで早く終わります。赤いのは2発飛ばすの忘れてました。ファイヤー
イヤーソードなら3発で止めなくて大丈夫。最後まで叩き込もう。もう楽勝。アームドゴーレム。この弾も上下交互なので一発見極めたら交互にガード。前列に来たら4発その後避けて攻撃。交互にガード。前に来たら攻撃。次は前から攻撃を避けて。これで終わり。すぐに必殺技へ。無理にガードさせる。必殺技後に攻撃できます。泡をファイヤの魔法でキャンセルします。これは失敗。ここでも必殺技をガードさせてから攻撃。これで倒せます。赤いカエルは倒して。昔は駄菓子屋のネオジオテカードに保存できたよね。ゲーム屋の前にも並んでたな。ギガボールは必殺技で。サタンボートは強敵。かかってきなさい。これでダメージを受けないように。やられるかも。青いのも基本の避けて攻撃で。回復でんかな。ちょっとこれはまずいかも。まず何もせずに避けて後列に戻るのを待ちます。戻った。サタンボートが前に来て攻撃する瞬間にこちらが切ります。剣を振りかぶっている時に切る感じで。この瞬間でしたら機動連山も入ります。こいつはラスボス前にいません。最終面です。ここは商人がいません。城の中にいます。ここまで来たならもう余裕ですね。安全に避けていたのかな。このタイミングで機動連機。昔に戻れたらヒーローかな。ファイヤーソードならブラックナイトもただのナイト。タイミングさえ分かっていたら避けれます。これが基本。こんな感じで割と IOUTUBE にクロスソードの動画あるよね。ここでゴーレム。すごいスーパープレイもたくさんあるのでそれも参考にしてね。ラスボスの火柱をかわせる人はすごいと思う。この動画は火柱キャンセルでいきます。前列なので必殺技。ここも必殺技。黄色はガルドウイング。形の違うバクスレイなのでバクスレイのように倒します。オーゲーメストではバクスレイより避けやすいって書いてた。ちょっと遅れた。若干バクスレイより避けやすいかな。いや一緒や。
こんなところに商人最後だよ。肉だけ買ってシールドアックスでもクリアできます。上手い人はスケアクローソードでクリアしてたな。バケモンや最初はゴブリンゾーン飛ばします。ここからナイトゾーン。ちなみに主人公の名前はエドモンド。ミティはリチャード。キャラかっこいいな。リメイクしないかな。 ADK もないけど版権は SNK が持ってるらしい。今 SNK はアラブ資本だったな。赤いのも3発で止めなくていいよ。すごい剣なのだ。バクスレイだけど真ん中スタートなのでやりにくいのだ。ほんの少しずつ左にずれていって攻撃を食らう時があるのだ。サタンボートの時と同じように何もせず後ろに戻らすのもありなのだ。アラブ人こんなゲームしないよな。 KOF もやってます。対戦でゴミって言われてからへこんでます。個別に悪口送ってくんなよ。 KOF は動画出せないかな。さかなクンも普通の敵になり下がったのだ。どこでファイヤーソードを手に入れたのかな。なかなか優秀な道具屋だな。ユークぐらいついてきてたな。もしくは RE4 の商人。これタイがモデルかな。ウィングゾーン。必殺技いらない。避けるのが確立されてから難易度が下がったけれど、開発段階から避けるの前提で開発したのかな。そんなことないか。バクスレイなんかどうするつもりだったのかな。この王色も真ん中スタート。まんまバクスレイやないか。閉じんな。スケルトンゾーン。クロスソードの前にパンチのやつあったけど、あれは面白かったのかな。ネオジオで格ゲー以外で面白いゲームあったかな。クロスソード以外思い浮かばないな。ソニックウィングスにもいいけど、やっぱ格ゲーかな。カプコンベルトアクションも動画上げてるので見てね。キングオブドラゴンズ自脚転コマンドを上げます。全部プレステ。バイオもやってるよ。赤いスケルトングディソフォー。これもバクスレイ対策で
体力は多いね。久しぶりにクロスソード攻略サイト見たんだけど、結構消えてるね。喋ってたらいつの間にか終わってたな。なんとかレベルマックス達成。ついに来たラスボス。なぜ返してくれる？デスマスカレイドは弟瞬殺。さかなクンも出てくる。2セットで終わり。バクスレイだ。これも真ん中スタートはきつい。これで安心。ガルドウィング。これは後列スタートだから楽。ブディソフン。これも真ん中だ。体力多いね。兄のヘルマスカレイド。弟と同じだが攻撃力が半端ない。このパターンなら必殺技でナウシズ避けて切るだけ。この繰り返しだけ。第2形態まで体力を減らしたくない。ナウシズチョック。ナウシズパンチ。ここからが本番ナウシズ第2形態。危ない。前に来たら軌道連山。このぐらいのタイミングで上からの火柱攻撃をキャンセルしないと死んじゃうよ。左に行ったぐらいのタイミング。ファイヤーの魔法と機動弾でキャンセルできるんだけれど、若干タイミングが違うので気をつけてね。機動弾はちょっと遅いね。左に動き出してぐらい。機動連山の後攻撃してくることもあるので避けるの推奨。あとはこの繰り返し。ファイヤなくなるな。こんなタイミングですかね。体力残り3本だったので余裕を見て最低第2形態まで6本は必要ですね。なぜ潰れる？ダイナマイトでも仕掛けてんのか。なんか出た。ベルカナの王女クローレ姫以外に敵が騎士道精神バリバリで怪我一つない。おっさんなん言ってんだよ。ベルカナ王名前はないみたいなのだ。なんだよ主人を知らない騎士って。キモ。ここからはスタッフロールです。いかがでしたか？昔プレイした方ももう一度プレイしてみては。バリバリの反射神経ゲームかと思えば
何度も死んで覚える暗記ゲーだったのです。もしかして元祖死にゲーなことはないですが、プレステ、スイッチ、Xbox、Windows、iPhone、Android でプレイできます。一度手に取ってお遊びください。ではまた次回何かのゲームでお会いしましょう。